こんにちは、マリコです。私は結婚7年目の子供のいない夫婦です。なかなか子供ができないことがあっていろいろと悩む時期があったんですけれども、子供がいてもいなくても自分が幸せだなっていう風に感じればそれが一番だなっていう、私が最終的に出した答えはそうでした。ね、いろんな感情がある中でそれでもなるべく前向きな気持ちでいられるように自分が経験をして感じて実践している心の保ち方4つを今日は、お伝えさせていただきたいと思います。1つ目ですね。これが今あるものに目を向けるです。結婚して家族になって一緒にいるのが当たり前の存在になると、その存在のありがたさが薄れてしまったりして、子供が欲しいっていうことばっかりに意識が集中していた時期がありました。さらに望んでいる状況が叶うことが難しいなって思う時ほど視野が狭くなってしまいがちで、夫婦の喧嘩が増えたりした時期もあったんですね。そんな時にふと思ったのが、お互い好きで結婚したのにそもそも夫婦仲が悪くなったら意味ないやっていう風に感じました。近くにいてくれる人こそ大切で自分が必要としてる人なんだなっていう風に気づいた時に、すごく私は大事なものを忘れちゃってたんだなっていう風に感じました。これはいろんなことに共通してるなというふうにも思っていて、私は以前メニエール病という病気に苦しめられてたことが何回かあったんですけれども、その病気になった時に初めて人がまっすぐ立って歩いていられることってすごいんだなって、朝起きて普通に起き上がれることって普通じゃないんだって、ありがたいことなんだなっていうふうにすごく感じたんですね。毎日当たり前のように自分がしてることは全然当たり前じゃなくて、健康だからこそできることなんだなっていうふうに気がつきました。いつもそばにいてくれる人やいつも当たり前に自分ができてることって実は全然当たり前なんかじゃなくて、すごくありがたいことなんだな、感謝しなきゃなって、そんな風に感じました。ないものではなく今あるものに目を向けると、自分はすごくいろんな人やいろんなものに支えられてるんだなっていう風に感じて、大切にしていきたいなって、そんな気持ちになるので、視界が狭くなってしまいそうな時はこの考えを意識して持つようにしています。2つ目がですね、ネガティブな感情も受け入れるです。これは以前の動画でもお話ししたんですけれども、誰かを見て羨んだり嫉妬や妬みなんかの感情を持ってしまうことがあるとき、とっても嫌な気持ちなんですけど、こういう気持ちが自分の中に起きてしまうことは事実で、そんなネガティブな感情を持っている自分が嫌になってさらにネガティブになってしまうことがあるんですけれども、でも人間なのでいつもポジティブでいるのは難しいと思います。そしてマイナスな感情を持つことはダメなことじゃなくて仕方がないことだとも感じます。なので私はその感情を受け入れて、無理にポジティブになろうとしないで、その時の自分の気持ちを理解してしっかり向き合う時間が大切だなというふうに感じて、自分のマイナスな感情も受け入れてみました。いつもいい人で嫉妬や妬みのない素晴らしい人間じゃなくてもいい、自分の気持ちに素直に生きていられる人間でいいんだって、そんな風に考えていると少し肩の力が抜けていって楽になっていくような感じがしています。3つ目は、プラン B も考えてみるですね。プラン B っていうのがですね、私のチャンネル名にもなってるんですけれども、
私は以前このままこの先も子供ができないかもしれないなってそう感じた時に夫とプラン B を作っておこうっていう風にそう言って話し合ったことがありました。もう一つのプランも考えてみてそっちも視野に入れてみることにしたんですね。で話しているうちに子供がいないならこんなこともやってみようとかあんなこともやってみようっていう風に意外と話が広がっていったんですね。で私はどっちのプランが正解っていうのはないと思っていて自分たちが納得して同じ方向に向かってそのプランを全力で楽しむことが大事なんじゃないかなっていう風に感じています。私たちは今あの時に話したプラン B を過ごしているんですけれどもプラン A ではなくプラン B だからできること気づけることもあるんじゃないかなってそう思って前向きに生きていきたいなっていうふうに思っています。4つ目ですね。これは自分の機嫌は自分で取るです。これができれば苦労しないっていうふうにそう思う方がいらっしゃるかもしれないんですけれども自分が生きやすくなるためにやっぱりかなりこれは重要だなっていうふうに私は思っていて私は以前は相手が何気なくとか悪気がなく言った言葉にも結構過敏に反応して傷ついてしまっていた時期がありました。でも相手に悪気があってもなくても自分の解釈次第で受け取り方が変わってくるんじゃないかなっていうふうに感じたんですね。受け取る自分の捉え方次第でマイナスな方向にも前向きにも捉えることができるし相手をコントロールするよりも自分をコントロールする方がきっと簡単でそれができれば自分で幸せを見つけたり作っていけるんじゃないかなそんな風にも感じたんですね。自分の気持ちをどんな風に持っていくかこれは2つ目で話をしたネガティブな感情も受け入れるっていう話の先にあるものでネガティブな感情を持ったその後に自分がそれを経験と捉えて前に進んでいけるかその悲しさをずっとネガティブな方向に引きずってしまうかはやっぱり自分次第なんじゃないかなっていう風に感じました。でもなかなか意識していても難しい考え方で自分で自分の機嫌を損ねてしまうこともまだまだあるんですけれども意識して自分で自分の機嫌を取れるように現在も私はこれを努力しているところです。以上が子供のいない私が自分自身の経験を通して感じて実践をしている心の保ち方でした。この考えが正しいとかそういうことをお伝えしたいんじゃなくて気持ちが苦しくなった時そういえばこんなこと言ってる人がいたなとかそんな風にこの動画を見てくださった方の気持ちが少しでも楽になったりとか前向きになるきっかけになったらいいなってそう思ってこの動画を作りました。少し長くなってしまったかもしれないんですけれども動画を最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。